相手に先に出す、先に。そうそう。どう痛める子。どう痛おっす、こんにちは、空手家コウキです。今回は絶対に避けることができないローキックの蹴り方をお届けしたいと思います。多分僕のチャンネルをご覧の皆さんもローキックで相手の膝を蹴って痛くて歩けなくなってしまったなんて経験結構ありますよね。特にローキックは蹴り技の中でも最も多用される蹴り技になりますが、同時に相手の膝を蹴って怪我をしてしまうリスクが非常に高い技でもあります。相手の膝を思いっきり蹴って足がパンパンに腫れたなんて経験、試合に出たことがある打撃系格闘技の方であれば多分僕も含めて誰もが経験されていると思います。そこで今回はフルコンタクト空手という最もローキックが多用される競技の中で散々も相手の膝を蹴って怪我しまくっていた僕が現役中盤以降相手の膝を蹴って自爆することが全くなくなった絶対に相手が避けられないローキックの蹴り方をお届けしたいと思います。今回の動画をご覧いただくことでローキックしか蹴り技が蹴れないのにいつも自爆してしまうといった上段を蹴るのが苦手な方やこれまで何度も膝を蹴ってしまいもうローキックを蹴るのが怖いなんて方にもこれで僕もローキックが蹴れるとなっていただければ幸いです。日頃このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇できた高傑の誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、もし動画を最後まで見ていただいた時にこれは使えるなとか見てよかったなと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。もしチャンネル登録がお済みの方は登録後に動画の右下に出てくるベルマークを押して全てを選択し毎週の投稿や年に数回だけ行っているライブ配信などもぜひ見逃さないようにご覧ください。ちなみにローキックで相手の膝を蹴って自爆する人に聞くと必ずと言っていいほど共通している共通点があるのですが皆さんご存知ですか？それは自分が蹴りたいタイミングで蹴っているです。ローキックで相手の膝を蹴って自爆する人に共通する共通点、それが自分が蹴りたいタイミングで蹴っているです。リピートではなく本当に多いんで、強調してこう2回言いましたが、今の答えを聞いてじゃあいつ蹴るのと思った方間違いなく日頃自爆してますよね。ではどうすればよいのか、今回も実際に技を行いながら解説した動画がありますのでそちらで答えをご覧ください。ではどうぞ。ではローキックで怪我しないためにも絶対に相手が避けられないローキックの蹴り方をお伝えしていきたいと思いますが、その前に自分が蹴りたいタイミングではなくいつ蹴るのかについてお答えしたいと思います。基本的にローキックを蹴るタイミングで大切なのは自分が蹴りたい時に蹴るのではなく相手が足を上げられない時に蹴るです。そこで今回は何個もある足が上げられなくなる瞬間の中でも特に相手が足を上げられない状態を自分からこの作りにいける使いやすい3つの技術をお伝えしたいと思います。今回お伝えするのはこちら。1つ目、前手で相手の逆足を封じて蹴る。2つ目、パンチで相手の前足を封じて蹴る。そして3つ目、圧で相手の後ろ足を封じて蹴るです。今回の方法は僕が現役の頃にかなり多用していた技術で使えば自爆しないため怪我を気にせずローキックが蹴れるようになるのでぜひ参考にしていただければと思います。ちょっと技術をお伝えする前に基本的な知識の話をさせていただきたいのですが、蹴り技で自爆するのは相手が両足どちらでも上げられる構えが 100% の状態で蹴っているか、相手の重心が蹴り足の反対側にある時に蹴っているか、蹴り足のコントロールが下手すぎて自分から膝を蹴ってしまっているかの基本的にはこの3つのパターンしかないのですが、この3つ目に関しては蹴り足のコントロール技術を改善するための過去動画を見てもらうことにして今回はこの1つ目と2つ目を解決していきたいと思います。ちなみにこの1つ目と2つ目に関してはどういうことかというと、例えば構えた瞬間この 100% の構えの相手に蹴りを蹴ってしまうとこれ右足でも左足でもどういう風でも足が上げられてしまうのでこのタイミングで蹴れば当然相手受けたいので足を動かしてきて自爆してしまいます。
また2つ目の相手の重心が蹴りたい足の反対側に乗っている場合に関しても、例えばですがこちらの足を蹴ろうとした瞬間に相手の重心がこちらに乗っていると、こちらの足は簡単に上がってしまうので、相手の重心がこちら側に移動した瞬間に蹴れば当然これ上げられてしまい自爆する可能性が高くなってしまいます。そこで1つ目で行うのが、前手で相手の逆足に体重をかけさせてしまう技術です。じゃあ角田お願いします。具体的には前手で相手のこちら側の肩を小手またはパンチでこう打つことで相手の重心をこちら側に乗せさせてしまいます。こっちに乗ってしまえばこの瞬間に蹴れば確実にこっちの足上げられないので、例えばそうです、ちょっと今足上げてもらっていいですか。これ当然ですがこの状態で蹴れば足上がるんですが、ここで合わせたタイミングでこれ蹴るとちょっと足上げてもらっていいですか。いいですか。そうすると足上げようとしても食らってくれるので。そうすると足上げようとしても食らってくれるので、ポンとこちら側を叩いたりこうフックで叩くことでこちらに体重をかけさせて決定します。相手に先に出す、先に。しっかり。これただ1点ちょっと気をつけていただきたいことがあって、ちょっとそっち来てもらっていいですか。こちら側に体重をかけさせたとしてもこれ、1、2っていうタイミングでやってしまうと、例えばこれこちら側に重心をかけさせて離せばこちら側の人戻ろうとするので、1、2で蹴るとこのタイミング逆にこう足がポンポンで足が上げやすいタイミングを自分で作ってしまうことになって、これ1、2で蹴ると自爆のリスクが高くなるので、基本的にイメージとしてはもうこっちでパパンって挟むようなイメージでパパン、ほぼ同時よりも、ちょっとこっちが早いんですけどトトンぐらいのタイミングで蹴れるようにこちら意識してみてください。でこちら同じ技術なんですが、これちょっとサウスポーに構えてもらっていいですか。サウスポーの場合も基本的に同じで、前手でパンチもしくは小手でこうパンと相手の足、後ろ足ですね、この場合は乗せてしまえば前手で相手の逆足に重心を乗せることでこちら、避けれない蹴りが可能になるので、こちらも参考にしてみてください。では2つ目のパンチで前足を封じて蹴るを解説していきたいと思います。2つ目で行うのはパンチを打って相手の重心を前足に移行させることで足を上げられない状態を作って蹴りますが、これも実際にやってみたいと思います。じゃあ構えて2つ目の技術に関してはこのパンチを当てていって相手がこのパンチにこらえて重心を前にかけざるを得ない状況を作ってから蹴るんですが、例えばですが相手が後ろに重心をかけている状態であればこれパンチを打ったら相手が下がってしまうので、基本的に相手の選手も下げられたくない、下がってしまったら負けてしまうので下げられたくないのでパンチに対してグッと耐えてくれる状況があります。この状況を作ってしまえばグッと耐えてくれた瞬間、ここ前足に体重かかっているのでこのタイミング蹴れば確実に蹴られないタイミングが作ることができます。両膝まで行こう。両膝。つらしてけろ、膝。でこの時に気をつけていただきたいのが、このパンチをボディだったりとかに打とうとすると相手の選手に受けられてカウンターをもらったりとか、してしまうので、
実はこれ狙うのは相手のこの前側の腕だったり肩だったり、この止めやすい部分ですね、ここの当たりやすい部分に打っていきます。ここであれば基本的には相手が遠いでもボディだとカウンター打たれたりしまうリスクがあるんですが、この辺打つと実はほぼほぼカウンターをもらうリスクがないので、基本的に狙う部位はボディではなく、相手があくまでこう重心をかけたところを止めたいだけなので、基本的に一番止めやすい部分にパンチを当てていくようにします。またこれ1個よくあるんですよ。これワンツースリーっていうタイミングで打とうとして左右をドーンって強く打ってしまうと、この反動で自分自身が踏ん張ってしまい、こっちの足が上がらないんでドーンドーンで戻ってから蹴ってしまうと、これ結局こっちの人も足上がるようになってしまうので、基本的にはワンツーっていうかワンツーっていう形で蹴ります。でこちらの手も強く当てるのではなく、相手がパンチが来たと思ってグッと前に来ようとしたやつをここでこうふっと軽く止めるぐらいの感じですね。こいつでドーンと押してしまうと結局自分の足を踏ん張りが出てきてしまうので、1で2の時はあくまでこっちの強いパンチのホームのまま、ここはポンと支えながらこちら側の足で蹴るようにしていきます。押す押す押す。では最後3つ目、3つ目の圧で後ろ足を封じて蹴るですが、これは以前、こちら前田明さんに絶賛していただいた中足下段の解説の時も紹介した方法で、パンチや押しで圧をかけることで後ろ足に相手の重心をかけさせて足が上がらない状態にしてから蹴る技術です。こちらに関しては以前詳しく解説しているので、こちらの動画を参考にしていただいて、今回は簡単に解説していきたいと思います。今回1つ目と2つ目をご覧いただければなんとなく原理がわかるとは思いますが、今度は相手の重心をこの後ろ足にかけさせながら上げられなくなったところを、奥足へインローを蹴ります。基本的にこの時も後ろ足に重心を、乗せることが目的なので、パンチを打った後に腕を残して相手を圧をかけられるようにしたり、接触した瞬間に圧をかけたり、押してきた相手がその反動で重心が後ろに行った瞬間に蹴ります。これもちょっと実際にやっていきたいと思います。相手に圧をかけることが目的なので、パンチで例えば圧をかけたまま打つ場合は、これパンチをパンパンって引いてしまわずに、パンチこうドーンドンと押して、この手を少し残したままこちら側へ蹴りに行きます。これ、なのでパンチをかけてパンパンって重心をかけて、こっちの手を抜いてしまうと、こっちの人、パンチ耐えようと思ってこっちが重心かかってるので、この手振るときに例えばこっちの足浮かしたりだったりとか、こちら、そう回してかわされたりっていうリスクが出てきてしまうので、基本的にパンチを打つ場合はこちらで相手の足にこう重心をかけさせたまま、これギリギリまで残しておいて、こちらの足蹴るようにします。そこから上だって、そこから上今。はい、さあ固めていこう、固めていこう。ローボディ膝行こまた、接触する場合もこう接触するときにですね、このまま圧をポンとかけて後ろ足に体重をかけさせた瞬間に、蹴っていったり、それそれパンチから膝、そこから膝まで行こう。膝までそうボディついた。あとはちょっとお願いします。相手がこの押してきた時にこちらがこう押されてしまったらできないんですが、こちらがしっかり耐えれて、相手が押した力で自分自身がこう後ろにポンと、重心がかかってしまう、このタイミングは、蹴ることが可能になるので、ローから膝行こう。そこから膝まで行こう。基本的にはもう相手が後ろに重心がかかる瞬間をこちら側が演出したりとか、相手が押してきた瞬間に耐えて相手が下がらざるを得ない状況を作ることで、後ろ足に重心をかけさせることでインローを蹴ることが可能になります。今回はこの3つだけご紹介させていただきましたが、この他にも足が上げられなくなるような状況は無数にあり、自分からこの作りに行く方法だけでなく、相手の足が上げられない状況になってくれる瞬間などもたくさんありますので、ぜひ皆さんも研究して自分流のローキックが絶対に避けられない瞬間を見つけて、怪我しないように楽しみながら研究してみてください。いかがでしたか？今回お伝えしたのは、ローキックを蹴るのは自分が蹴りたい時ではなく、相手が足を上げられない時に蹴るということ。
そして上げられない状況を作る技術として、前手で逆足を封じる、パンチで前足を封じる、圧で後ろ足を封じるの3つの方法をご紹介しました。今回の技術と注意点を忘れないようにメモしてもらった上で、道場でパートナーに手伝ってもらいながら最適なタイミングやどうすると失敗するのか、どのポジションだと自分に合っているのかなど微調整を行いながら自分の技にしていただければと思います。もちろん今回ご紹介した技でなく、いろいろな方法で相手の重心をコントロールしたり、相手の足が上がらないタイミングをマスターすれば、ローキックで自爆することは本当になくなります。100人組手でさえ一発も自分のローキックで怪我することなく完遂できるようになったので、ぜひ皆さんも今回の動画を参考にして、相手が足を上げられない瞬間の研究をしてみてください。今回の技術と注意点を忘れないようにメモしてもらう。今回の注意じゃあですね、2個目の2つ目のこと2つ目、今回はこの3つだけ紹介させていただきましたが、今回間違えたよし今回はしないように楽しみながら研究してみてください。よ今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、最新の理論や技術を見逃したくない方は、いいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者コウキツの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。